皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、日本の防衛白書が更新されました。この更新された防衛白書に隣国が抗議を行っています。こういった場合のお隣というとすぐに韓国の名前が挙がるわけですが、今回はそれに加えて中国も加わっています。つまり、韓国、中国が日本へと抗議を行っているのです。通常こういった他の国から抗議を受けているよという話になれば、それはネガティブな情報、例えば日本政府が悪いことをしているのかなと思う方もおられるかもしれません。しかし、今回私がそうした話をするわけではありません。むしろ中国や韓国から抗議を受けるということは、基本的には日本外交というものが改善していることの証拠だと私は捉えています。今回はそのことについて話をしていきましょう。それでは日本の防衛白書に対して中国や韓国がどのような抗議を行っているのか関連ニュースを見ていきましょう。防衛白書に中国反発、でっち上げ、歴史カードも持ち出す。中国外務省の趙立堅報道官は14日、尖閣諸島周辺で中国側が一方的な現状変更の試みを執拗に継続しているなどと指摘した日本の防衛白書について、偏見と虚偽情報に満ち、中国の脅威を煽り立てており、でっち上げの資料だと反発した。趙氏は、中国は世界の平和と安定、繁栄の擁護者だと主張。今年は中国人民の抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利75周年だ。日本は歴史を鏡とし、対立を激化させるのをやめるべきだと歴史カードを持ち出した。また趙氏は、中国による南シナ海における海洋資源権益の主張が完全に違法だとしたポンペオアメリカ国務長官の声明に対して南シナ海の主権問題について立場を取らないとするアメリカ政府の公約に違反すると批判。アメリカ政府が台湾に地対空誘導弾パトリオット PAC-3 を更新するための装備売却方針を示したことに対しても断固とした反対を表明し、売却に関連するアメリカロッキード・マーチン社への制裁方針を明らかにした。日本の防衛白書について中国だけでなく韓国も反発しています。外交部、国防部、竹島は日本の領土を主張した日本の防衛白書に強く抗議。韓国政府は竹島は日本の領土と主張した日本政府の今年の防衛白書に対し、不当で根拠のない主張とし、韓日関係に全く役立たないという批判の立場を打ち出した。外交部と国防部は、それぞれ中韓日本大使館の総括公使と防衛駐在官を呼んで抗議し、竹島の領有権主張などの内容に対する即時撤回を求めた。外交部は14日、日本が同日発表した防衛白書に対し、報道官の論評を出し、日本が防衛白書を通じ、歴史的、地理的、国際法的に明白な我々の固有の領土である竹島に対する不当な領有権の主張を繰り返したことに対し、強く抗議し、その即時撤回を求めると明らかにした。外交部は論評で、日本政府は竹島に対する不当で根拠のない主張を繰り返すことが、韓日関係に全く役立たないという点を自覚しなければならないとしながら、政府は日本政府の不当な主張が大韓民国の固有の領土である竹島に対する我々の主権にいかなる影響も及ぼすことができないということを再度明確にし、竹島に対するいかなる挑発に対しても断固として対応していくと強調した。同日午前、外交部のキム太平洋局長は、中韓日本大使館の相馬総括交渉外交部に呼び、日本の防衛白書の内容に対し強く抗議した。国防部も日本の防衛駐在官を国防部に呼び、抗議の立場を伝えた。今年の日本の防衛白書に含まれた日本の一方的な主張、竹島関連の内容、レーダー調査、韓日軍事情報保護協定 GSOMIA 終了に対し、松本防衛駐在官を国防部に招致し強く抗議したとし、即時是正することとともに、今後このような行為を中断することを厳しく求めたと明らかにした。国防部は日本の防衛駐在官を呼び抗議する席で、日本が防衛白書で韓国の艦艇が日本の哨戒機に対しレーダーを照射したという根拠のない一方的な主張を繰り返したとし、2018年の国際観艦式での海上自衛隊の艦艇の不参加の責任を韓国側に転嫁する否定的な記述を継続していることに対し、
深い遺憾の意を示し、その是正を強く要求したと伝えた。続いて、竹島の領有権を毀損しようとするいかなる挑発に対しても断固として対応するという立場も伝えたと明らかにした。国防部は、韓国政府が両国間の懸案の問題を先制的に解決しようと、韓日ジーソミアの終了通告の効力停止の決定及び通告をしたことを強調したとし、両国間の信頼関係の回復のための日本政府の真剣な努力を厳しく求めたと強調した。まずは防衛白書にどのようなことが書かれており、中国や韓国が抗議しているのか、その基本を押さえましょう。中国が気に障ったのは尖閣諸島に関しての話です。日本にとって尖閣諸島は固有の領土ですが、中国にとっては違います。日本が固有の領土だということは、彼らの主張と全く異なるものであり、これを認めないとしているのです。そして中国の軍事力が高まって国境を書き換えようとする動きを見せているのはまさに脅威以外の何者でもありません。このような警戒感を日本が持つことは彼らにとっては許し難いことなのです。そして韓国に対しての話で言えば、竹島は日本の領土です。この竹島に関しても韓国としては我が国が占領したものであり、占領した以上は我が国が歴史を書き換えて自分たちのものであるということを主張しています。ですから日本が竹島は我が国の領土ですよということは彼らにとっても許し難い行為なのです。そして以前起こった事件で韓国軍が日本の航空自衛隊機に対してロックオンをしたということがありました。この件に関しても防衛白書は記述しており、このことも韓国にとっては不都合な事実であり、これを記述され続けることは彼らにとっては気に障ることなのでしょう。以上のように日本の防衛白書がどのようなことを書いているのかといったことを紹介したわけですが、この話を聞いて日本の主張というものがおかしいなと思ったような人はいないでしょう。しかし中には他の国から抗議を受けたということを重大に考えて日本側の主張というものがおかしいんじゃないかと主張する人もいるかもしれません。しかしそれは明確に間違った受け止め方です。日本の主張というものに間違いは一切ありません。ですから間違ったことを言っているわけではないのですから、そのことに対していくら抗議があったとしてもこれを無視し続ける、そして抗議しているあなたたちこそおかしいんですよと反論することが非常に大事です。日本政府の外交方針としてこうした他国との摩擦を嫌がる傾向は以前からありました。むしろ現在のように中国や韓国から抗議が来ることを前提としてしっかりと記述する、そうした姿勢を今の政府が取っていることは非常に良い傾向だと言えます。中国や韓国に気を使って防衛白書にもそのような記述がない方こそがむしろ問題なのです。ただしもう一つ気をつけなければならないことがあります。それは中国や韓国からの抗議が来たというニュースはありましたが、そのことに関して動揺する日本人は普通はいないでしょう。これと全く同じように尖閣諸島の周辺に中国の武装船が常にいる状態であることがずっと続いていますし、沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域においても中国の公船が海底探査を行っています。こういった事実に対して日本が抗議をしたとしても、また韓国が竹島を占領していることに対して抗議をしたとしても、今回我々が相手側から抗議を受けたのと全く同じ心境で相手方も全く気にしていないのが現実なのです。そういった意味でまず主張をしっかりとする。その上で他の国との摩擦が起きるのは当然起こり得ることとして、口だけの抗議であればこちら側からしたとしても相手側からしたとしてもやはり国家の関係上においては全く変化というものはありません。ですから一体何をすればいいかというのは非常に明らかです。それは行動することです。尖閣諸島に対しては日本側が施設と人を配置することのが解決策であることは間違いありません。常駐するのが自衛隊になるのか、それとも自衛隊だけではなく米軍の兵士などもついてきてもらうのか、それができないというのであれば灯台森を置くといったようなことでも良いはずです。そして竹島の件で言えば、あれは日本の領土であることは間違いないのですから、それを理由として韓国に対する優遇措置の取り消しを順次進めるような法律というものを日本国内に作って順次それらを発動するといったことも大事でしょう。またそれ以上の話で言えば、経済的な制裁をするための口実として韓国が竹島を占領している、これは許さないということを明確に行動で示すといったそうした政策も取らない限りは事態というものは全く改善しないのです。これまでは中国や韓国に気を使ってそうした
自分たちの主張さえまともにできなかった時代があったところから、ようやく日本の主張というものを堂々と言えるようになったというのは一つの前進ではあるでしょう。しかし、それで終わっては、まだまだ普通の国とすら言えないような非常に脆弱な国家です。自分たちの主張を述べるとともに、それに伴った行動をするというのが、何の変哲もない普通の国家だと言えるでしょう。私は現在の日本というのは異常な国だと考えています。ですから、国際標準的な意味において普通な国になるということこそが、日本の未来にとっても必要だと考えています。皆さんはこのニュースを聞いてどのようなことを考えたでしょうか？ぜひともコメントしていってください。それでは動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックもよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。